どうもときまるです。今日も世界の片隅から世界の片隅の小屋からお送りしてます。どうもす。今日は、キッチン用品ですね。僕が使っているキッチン用品を紹介したいと思います。なんかね、今日もね雨降ったり止んだりで、朝は晴れてたんですけどすごい雨降ってきて、なんかちょっと天気がいろいろ気象が激しい感じですね。はい、ちょっと質問でもいただいて、クッカー類の紹介してほしいですみたいなところでいただいてたので、今日ちょっとどんなものを使ってるかっていうのを紹介したいと思います。で、今棚にちょっと並べたので、僕が使ってるキッチン用品はもうここに今全て、見えてるものがそうです。ちょっと一個一個説明していきますね。まず、こう見えてるものが全てなんですけど、左から、MSR のポットで、こちらエバニューの、570の容量のカップで、おなじみのメスティン。これは普通のトランギアの、一番スタンダードな、メスティンですね。はい。で、お箸と、スノーピークのスクーという、フォークとスプーン、フォークみたいなスプーンです。はい。で、こちらは外のバーナーですね。バーナーと燃料ガスになります。はい、こちらがファイヤーキングのマグカップですね。はい、マグカップです。で、それから、もう一つ、最後これプロテインシェイカーです。水飲み、基本的に水飲みに使っている感じですね。プロテインたまに飲むこともあるんですけど、水飲みですね。はい、以上です。ちょっと一個一個、細かく見ていきたいと思います。で、実はもう家で使ってるものは本当はもうこういう感じですね。こういう感じになりますね。山と兼用になるんですけど、こういう感じになります。なんか分けると、例えば、今小屋暮らししてるんで結構キャンプっぽい感じではやってはいるんですけど、なんか本当は分類的にはこうで、これ前回の、過去に、このクッカー紹介、これ個別にしてるんですけど、これは基本的に山で使うセットになってます。はい。で、僕山の上ではそんなに調理しないので、もう本当にお湯沸かすぐらいなんですよ。フリーズドライか。フリーズドライのご飯ありますね。ああいうのとかカップ麺とか食べるので、炒めたり全然しないんで、僕お湯が沸かせればいいっていうスタイルで、食料を持っていくので、もう基本的に、山の上ではもうこれだけでお湯沸かす感じです。なのでこれにこうスタッキングできるような、感じになってる。この間の動画ではこれでちょっと小屋でクッキングしましたけど、家ではあんまりこれはだから使ってない。もう本当小屋用って感じですね。で、こんな感じでバーナーも入れて、こうひとまとまりで、山でのクッキングシステムという感じになってます。なんか入ってる。梅茶出てきましたね。そうですね。一応こんな感じ。だからこれはもう山で使っているものって感じで、たまにお客さん来た時とかはこちらで、お茶を振る舞ったりも、してるんですけども、基本的には山ですね。なので一回これはちょっと除外しておきます。はい。で、残るこいつらが基本的に僕が使ってるキッチン用品の全てになります。
でもうこのシステムで4年ぐらい、もう4、5年ぐらいになるかな、4、5年ぐらいやってますね。うん。なので普通お皿とかあると思うんですけど、僕の場合はもうお皿とか持ってなくて、これで料理をしてこれで食べるっていう感じです。はい。で、炊飯器過去も持ってました。で炊飯器も途中でもう見た目が嫌で炊飯器捨てちゃったんですけど、炊飯器捨ててからこのメスティンで米を炊くようになりました。だからなのでこれはもうお米専用みたいな感じですね、僕の中では。ただたまに、こういう風に、こちらが皿になったりするのでお皿としても使えるという感じでお皿としても使ってます。うん。なので米を炊いて、ご飯食べたい時はこれで米を炊いて、これでそのまま、ご飯を食べる。そんな感じです。でメインで使ってるものがこの MSR のポットで、これ2サイズあるんですけど、ちっちゃい方のタイプですね。ちっちゃいと言っても結構ね、容量はあるんですけど、こんな感じです。ですごいいいサイズ感で、なのでこれ汁物とか鍋とか味噌汁とか、ちょっと出るかな、今ちょっと過去に僕が作ったような料理を、ここでちょっと並べてみたいと思うんですけど、もうこれで作って基本的にこれで食べるって感じです。はい。でこれステンレス製でかなり、キャンプ用品なので薄いんですよ。なのですごく火の通りが早くてですね、で普通のフライパンの感覚で、豚肉とか焼き物、お肉を焼いたりすると結構焦げます。はい。なので調理の感覚つかむのにちょっと時間がかかりますね。でも慣れればもうこれで全然いけます。でこれで作って、でこれをお皿にしてそのままこれで食べます。はい。でこっちの蓋もですね、お皿になったりするので、ドレッシングっていうかタレみたいなのもここにこうやって、こうつけて食べたりとか、そういう使い方ができる感じです。これで、フードシステムというか僕のキッチン用品は、全てって感じですね。もう食器がこれだけになるので、本当に洗い物をしなくて済むんですよ。それがもう楽で、もう食べたらこのまま洗えばもうこれで完成なので、でかつどこにでも持ち運べるので、例えばドミトリーとかなんかそういうこうゲストハウスとか行く時にもこれ持って、調理してこれで食べてみたいなもので、もうこのままずっと移動できるっていう風な感じになってます。でサイジング的に一応この3種類に分けてるのはちょっと意味があって、先ほどこの中に外のガス管を入れてたと思うんですけど、これがここにこう入るサイジングになってます。でね、これもね微妙にこう上になんかこうカーブがかってんですよね。盛り上がってる感じ分かりますか？なのでこのままこうスタッキングできちゃうんですよ。はい、なのでこういうふうに、まとまる感じですね。もちろん食べ心地とかですね、見た目とかは、普通にお皿使ってもらった方がクオリティの高いというか QOL の高い食生活ができると思います。はい、ただやっぱりもうこれだけでっていうか、これだけで全ての食事が済んでしまう
特にキャンプとか小屋の中ではもうこれだけで料理をしてこれだけで食べてっていうところができるっていうのは素晴らしい体験だと思いますね。でこれたまたまなんですけど、これチタンなんですね、素材が。でこれアルミです。でこれステンレスっていう風になぜか全種類の違う金属素材を持ってるって感じです。でチタンの、特徴っていうのは軽いんですよね。キャンプ道具って基本的にすごく軽いものが多いんですけど、例えばこのはかりでちょっと測ってみたいと思います。はい、チタンのこのエバニルのカップ、蓋付きで 77.5g。 100g 切ってますね。ちょっと全部一回測ってみましょう。メスティンが 155g。まあまあ軽い。で NSR344 ですね。やっぱこの順に重くなってますよね。でファイヤーキングのこれガラス、246g。これは初めて測りましたね。カメラの単レンズぐらいですね。僕が持ってるレンズぐらいの重さなんですね。はい、計量完了。はい、で使ってるマグカップがこれですね。先ほどちらっと紹介したファイヤーキングのジェダイっていうシリーズです。でこれ1960年代初頭に作られたアイテムで、アメリカのヴィンテージ食器なんですけど、これ実際そのリアルなヴィンテージもので、60年代ということはだから60年か60年ですよね。もう60年前のものがこんなに今でも使えるんだっていうところで本当にすごいなと思いますね。で結構丈夫で、当時アメリカの、ダイナーとかああいうレストランで使われていた大量生産が始まったようなちょうど時代のもので、なのですごい丈夫でかつこれ耐熱なんですよ。なのでこのまま飲み物をオーブンで温めるとか電子レンジで温めるみたいなことが、できてしまいます。はい、なのでこれももう5年ぐらい使ってるけど、ずっとこれは使ってますね。で一時期結構キャンプ道具が多いので、チタンのマグカップ使ったりもしてたんですけど、やっぱりなんか飲み物って口当たりがいい方がコーヒーとか美味しく感じるんですよね。なので、このガラス製品をこのマグを使ってます。はい、唯一のマグです。そんなとこかな。はい、ということで今日は僕が使っているキッチン用品についてご紹介しました。また何か質問とかあればコメントでいただけると、できる限り答えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。小屋暮らしになって今別館もあるので今実は調理器具ちょっとずつ増やしています。もう本当にこのシステムで5年ぐらいずっとやってたんですけど、なんかどうせなら、キッチン割とあるんでちょっと久々に鉄のフライパンとかでなんか炒め物とかやりたいなと思って今そういう準備をしている状況ですね。なのでただこれは基本セットとしてもうなんか最小限でもうこれあれば生きていけるみたいなところはあるので捨てずに、ずっと使えるだけ使っていきたいなって感じですね。とにかく洗い物が楽になるので本当にズボラな人にはすごいおすすめですね。結構なんかミニマリストやり始めたような人とかで、例えばやり始めたっていうのもなんか変なんですけど、一人暮らしで本当に家で
毎日は食べるけどちょっと外食もするしみたいな人とか、そんながっつりは料理しない人とか、あとね東京のマンションとかってすごくキッチンが狭いとこ多いじゃないですか、むしろこう本当になんか IH の狭い料理なんてできねえみたいなところが多いので、そういうとこでねなんか料理するってのも無理あるんで、僕も今まで二口ガスコンロのとこにも住んだことありますし、そういう一口コンロみたいなところにも住んでたことがあるんですけど、これであれば本当にその東京のうさぎ小屋みたいな狭いマンションでも全然余裕というか、本当に収納の場所も取らないんで洗い物も楽になるんで、これはねそういうちょっとズボラな人とか本当に楽したい人にはおすすめです、ただちょっとデメリットを言うとなんか人がね来客がある時なんかでちょっとこれでご飯食ってるの見られるとねホームレスなのかなみたいな感じで思われることもあるので、そういうちょっとそこだけちょっと恋人とかお客さんとかもし呼ぶ時なんかは見つからないようにそーっと奥の方に隠したりとか、した方がいいかなと思いますね。なんかあんまり皿なくてどうやって食うんだみたいなとこね多分普通の感覚だとあると思うんで、なんかね鍋から直接行くみたいなのって一見下品に思われますよね。でもね、僕やっぱりその山っていうかキャンプ登山し始めたのが大きかったですね。やっぱり山の中でこれだけで飯食ってるともうなんかそれでいいなみたいな、これでいいんだなみたいなことを感じたんですよね、ふとね。だからその山での暮らしをそのまま街に持ち込むみたいな、そういうスタイルでやらせてもらってます。それが今小屋になってるっていう風な、感じかな。じゃあ今回は以上です。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。